こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はいよいよお引っ越しということで、ミニマリストになりたい私の引っ越し準備から退去までの様子とやったことをすべてまとめました。引っ越し作業をできるだけ楽にするためのアイデアが詰まっていますので、これから引っ越しを予定されている方の参考になれば幸いです。そしてこれまで2年間捨て活をしてきた私の家中の荷物は一体どれぐらいの量なのかにもぜひ注目してみてください。それではこの家での最後の動画スタートです。引っ越しのために行ったことを時系列順にご紹介します。まず引っ越しでやることのうち一番重要なことが手続き関係です。引っ越しに伴いやらなければいけない手続きを一覧にしました。手続きってこんなにあるんだと、今回引っ越し初めての私はもう驚愕してしまいました。でもオンラインでできる手続きが多く、やってみれば思いのほか手軽でした。手続き完了までに数日かかるものも多いので、後回しにせず早めにやっていきましょう。ちなみに私は郵便物の転送手続きが出遅れてしまい、引っ越し当日最後の郵便が来る夕方まで家で待ちぼうけする羽目になってしまいました。後回しにすると余計面倒なことになるので、私のような面倒くさがり屋さんこそ速やかに手続きしちゃいましょう。引っ越し業者について、今回私はヤマトの単身パックを利用することにしました。単身パックは専用ボックスでのお引っ越しで、だいたいこれぐらいの荷物が入ります。私はこちらを1台分予約しました。単身パックを利用した一番の理由は、煩わしい見積もり作業がない点です。これが本当に良かったです。引っ越し業者を決めるときは相見積もりをして値下げ交渉するのが当たり前とされていますが、めんどくさがりで値下げ交渉もあまり好きではない私にとっては全く気の進まない作業でした。試しに一括見積もりサイトに登録はしましたが、その日よりもうメールやら電話でのラブコールの嵐で心まで疲れてしまいました。そこでヤマトの単身パックを選んだのですが、こちらはネットですぐ見積もり申し込みまで完結することができました。場所とサイズに応じ統一価格なので、昨日あまり進まない値下げ交渉をせずに済みましたし、超時短で良かったです。気になるお値段ですが、私は3800円の料金で済みました。デメリットは運べる荷物のサイズが少ないこと、そして当日中の配送ができない点かと思います。私は荷物も少なかったですし、引っ越し期間のついでに帰省をする予定だったので、どちらも私にとっては大きな問題ではなかったです。もし輸送量が足りない方は家財宅急便を別で利用したり、軽い荷物は自分の車で運んだりと、他の手段と組み合わせてみてもいいと思います。続いて引っ越し2週間前までにやったことです。私がやったことは全力捨て活です。フリマアプリを利用したり処分する手間を考え、2週間前までに大きな捨て活は終わらせました。ここで私が設けた捨て活の基準は、今使っているもの以外は手放す、長期間使えないような過剰なストックは手放す、引っ越し先までわざわざ労力をかけて持っていくほど大切ではないものは手放すでした。実際の捨て活の様子はこちらの動画からチェックしてみてください。何度もこのルールで捨て活をして、もう捨てるものがないのではないかと思うぐらいまで荷物を減らせました。ここで大きく荷物を減らせたことで、引っ越しの苦労をかなり軽減させることができたと思います。続いて引っ越し2週間から2日前までにやったことです。捨て活も引き続きコツコツ進めてはいましたが、この時期は特に冷蔵庫の中を空にするため、食料を減らすことに専念しました。そのためにも極力食料や調味料は新しく買わず、あるものでできる限り調理することを心がけました。いつもは週1まとめ買いをする私ですが、この時期は必要なものだけ都度買いをしていました。もう材料がなくて作れる料理がないと思えても、そこから案外料理できるものです。特にスープは具材に何を入れても大丈夫ですし、味付けを変えれば飽きずに楽しめて、引っ越し前の余り物消費に大活躍してくれました。そのおかげで2日前の時点で冷蔵庫も冷凍庫もほぼほぼ空にすることができました。冷蔵庫の中もここまで減らせると気持ちがいいですね。ある具材で何とか工夫して料理するのはちょっとしたミッションみたいで、とっても楽しい作業でした。普段の生活でもここまでとは言いませんが、冷蔵庫を使い切って買い物に行きたいと思いました。そしていよいよ引っ越し前日です。捨て活も頑張ってきたし、そんなに時間もかからないだろうということで、荷造りは前日から始めていきます。
引っ越し前日にやったことは、朝一引っ越し前最後の洗濯、冷蔵庫冷凍庫の食材を使い切って冷蔵庫のコンセントを抜いておく、2泊3日の旅行パッキングをする、旅行バッグ、布団、掃除機を除き全て梱包するです。この中でも特にポイントは2泊3日のパッキングをする点です。最低限生活できる荷物だけにした旅行バッグと寝る場所さえあれば、私は何日でも不便なく暮らせます。なので今日は家はホテルだと考え、この旅行バッグだけで過ごすことで荷物は全てもうパッキングして OK な状態になります。まずは朝一に引っ越し前最後の洗濯をしました。この日はあいにく天気が悪く、この日中に乾くか微妙な状況ではありましたが、今日乾けば洗濯物も引っ越しの荷物に入れられそうです。続いて冷蔵庫を空にする作業。引っ越し前日に電源をオフにする必要があるので、食材を全部使い切る料理をしました。この日までに食材を使い切ろうとしていた甲斐もあり、前日に残っていたのはキャベツ8分の1玉、ネギ2分の1本、いちご、そして冷凍ご飯2杯分、豚肉 200g、えのき少し、鶏肉は 100g でした。ということで、鶏肉とキャベツ、ネギでスープを、豚肉で生姜焼きを2食分作り、これを今日のご飯とします。冷蔵庫、冷凍庫は空になったので、この後コンセントを抜いておきます。これでキッチンとお箸、お椀、作った料理以外、キッチンのアイテムは全部梱包できるようになりました。途中用事を済ませ、この時点で時間は3時48分、いよいよ本格的な荷造りを始めます。まずは2泊3日の荷物のパッキングをしました。この日は家はホテルだと思って旅行バッグにある最低限の荷物で過ごそうと思います。洗面所はお風呂を上がった後に梱包してなどと、パッキングするタイミングを考えずに済みますし、引っ越ししたその日も急いで荷ほどきする必要がなくなるので、旅行バッグを用意しておいたことはすごく良いアイデアでした。ここで私の2泊3日の荷物を紹介します。まずは2日分のお洋服です。ダイソーの旅する洗濯ネット2枚セットに洋服を詰めてコンパクトにします。洗面道具とコスメは無印良品のポリエステル吊るして使える着立ちポーチ付きケースにまとめます。シャンプーやボディーソープはセリアのトラベル用ボトルセットに入れて、さらに無印良品のポーチにしまいます。ポーチ一つで済むので便利で本当におすすめです。充電器やバッテリーなどは別のポーチに入れます。メガネ、折りたたみ傘、歯ブラシなどいつもの旅行荷物も持っておきます。これらをお気に入りのロンシャンのトートバッグに入れて荷造り完成です。とっても軽くて、でも必要なものがちゃんと揃っている、そんな我ながら完璧な旅行バッグだと思っています。私の2泊3日のパッキングはこちらの動画でもご紹介していますので、ぜひ見てみてください。そしていよいよ梱包を始めます。ポイントは次のものは梱包せずに分けておく点です。まずは先ほどパッキングした2泊3日の荷物、そして清掃用具、梱包し終わった後に部屋中の掃除をできるようにしておきます。そして布団、枕、こちらは引っ越し当日の朝に軽く干してから圧縮袋に入れます。さらにトイレットペーパー一巻き、これを梱包してしまうと非常に困るものです。ということで、これらを除き全てを梱包していきます。まずはリビングから始めます。ヤマトの単身パックは段ボールは各自で用意する必要があるので、私は近所のスーパーで段ボールをもらってきました。スーパーの段ボールはどれも小さめだったので、たくさんの荷物を詰め込むことはできなかったのですが、サイズが小さいおかげで自分でも楽に運べる軽さになり、むしろ良かったと感じています。途中で出てきた掃除用具は箱に入れて分けておきます。紙箱に入れているものはストレッチフィルムで包んでこのまま運んでもらうことにします。洋服を入れた衣装ケースもこのまま運んでもらいます。ハンガーにかけたお洋服もハンガーから取り外し衣装ケースにしまいます。新居に引っ越したらドラム式洗濯機を買うと決めていたので、洗濯物を干すために余分に持っていたハンガー15本ぐらいを手放すことにしました。かさばるニットは圧縮袋に入れてコンパクトにしました。輸送途中に蓋が開いてしまわないようテープで留めておきます。お気に入りの飾りも外していきます。
ということでリビングのパッキングが終わりました。リビングに置いていた私の荷物をすべて集めたら、小さな箱5箱、衣装ケース5ケース、木箱2つ、折りたたみの机1台、折りたたみのサイドテーブル1台になりました。もういらないものは捨て尽くしたと思っていた我が家ですが、こう集めてみると思ったより物が多くて驚きました。特に服は相当な数を減らしたと思っていたのですが、まとめてみればまだまだたくさんあって、梱包にかなり体力を使いました。もっともっと服を少数精鋭のお気に入りに厳選したいとまた思えることができました。すっかり外も暗くなってしまいましたが、まだまだ作業は残っているので頑張ってやっていきます。続いて玄関です。靴は6足まで数を絞れていたので、小さな段ボール箱1つに靴とさらに工具類やアウトドアグッズを全部詰めることができました。取り外していたキッチンやお風呂の排水口の蓋や洗面所、お風呂の備え付け収納を入れている箱は梱包が終わった後、元の場所に戻します。玄関上に置いていたジュエリーボックスや玄関の飾りはもう一つの小さな段ボールに入れました。というわけで玄関の荷物は小さな段ボール2つに全て収まりました。続いてキッチンです。食品のストック、日用品のストック、食器、調味料と用途ごとに小さい段ボール箱に分けて入れていきます。食器の緩衝材としてタオルを敷き詰めました。食器の数が少なかったおかげでわざわざ緩衝材を買う必要もなく、食器は小さな段ボール1つに収まりました。調理器具も詰めていきます。デッドスペースをなくすために使っていたキッチン下ラックはよく見ると一部のパーツがなくなってしまっていて、棚がいつ落ちてもおかしくない状態になっていたことに気づきました。新居では収納グッズがなくても収まるくらい物を減らすと心に決め、こちらのラックは処分することにしました。キッチンは小さな段ボール3つ分と中サイズの段ボール2つ分に荷物が収まりました。最低限まで物は減らしているつもりでしたが、毎日自炊しているだけあって箱に詰めてみると結構量がありました。続いてトイレ、洗面所、お風呂場です。トイレに飾っていたお気に入りの飾りも取り外します。セリアで買ったこのウォールステッカーは部屋に緑を足してくれて心落ち着く空間にしてくれました。シールは跡が残ることもなく綺麗に外せたので、とてもおすすめのアイテムです。トイレ上に置いていたわずかなアイテムもしまいます。新居ではトイレ上の棚がないのでどうするかワクワクしながら考えています。洗面所も片付けていきます。2泊3日分の旅行荷物を用意しているおかげで、どの洗面用具もしばらくなくても大丈夫ということでどんどん詰めていきます。プラスチックケースに入っているものはこのままフィルムラップで包んで段ボールに入れます。ドライヤーだけはまだ必要なことに気づいたので、こちらは棚に残しておき、お風呂上がりにしまうことにします。ということでお風呂、洗面所、トイレの荷物をまとめたら中サイズの段ボール1箱に収まりました。これにて家中の荷物の梱包作業はようやく終わりです。荷物が少ないから数時間で終わるだろうと思っていましたが、午後4時に始めた梱包作業、23時にようやく終わりました。途中休憩したりと私がかなりのんびりやっていたのもありますが、想像以上に時間がかかってヘロヘロになりました。厳選し尽くしたと思っていた我が家でしたが、実はまだまだ物があるのかもしれません。そしていよいよ引っ越し当日です。梱包作業は前の日に終えているので、この日やることはまず布団を干し圧縮袋にしまう、取り外している備え付けのものを元の状態に戻す、そして今までの感謝を込めて部屋の大掃除をするです。まずはお布団です。カビや悪臭の原因となる湿気を取り除くために朝起きてすぐ干しておきました。あいにくの雨で外には干せなかったのですが、室内に干しておきます。湿気をしっかり取り除いてから圧縮袋に入れました。これで本当に全ての梱包が終わりました。玄関、小さいサイズの段ボール2箱分ぐらいに収まりました。洗面所とお風呂は中くらいの段ボール1個ぐらい、キッチンは小段ボール3箱と中段ボールぐらいを2つで収まりました。キッチンに荷物が結構あってびっくりしましたね。リビングルームはこちらドーン。
ちっちゃい段ボールと紙箱を合わせて5箱ぐらいと、衣装ケース、洋服が5段、お布団と、あと家具類ですね、あと自転車、そして掃除機と、あとこちらロボット掃除機ですね。リビング結構な量ありました。で最後にはエイヤと積み込むようにちょっとゆとりの持った箱を入れてます。冷蔵庫と電子レンジも持ってきます。備え付けのもの結構あって、カーテンも備え付き、ベッドも備え付け、洗濯機も備え付けなので、その点はありがたいですね。なんで物としてはそんなに運ばなくていいはずだったし、もう毎日何を捨てられるかこの何年間も模索してきたので、かなり荷物少ないと思ったんですが、こんなに荷物があったので本当にびっくりしました。そして荷造りが数時間ぐらいで終わるかなと思ったら、結局夜遅くまでやることになってしまったので、本当にヘトヘトになりました。これが単身パックに乗り切るか非常に不安です。車で運ぶものとして自転車は車で運ぼうと思います。リンゴの木箱なんですけど、釘とか結構飛び出てしまってるので、フローリングを傷つけないようこれも自分で運ぼうと思います。あとのアイテムはちょっと引っ越し業者さんのところに載せられれば載せてもらおうかなと思ってます。ということで一段落しました。続いて現状回復をしていきます。ベッドの下に隠していた備え付けの机を組み立てて元に戻します。あえて取り外していたお風呂の棚や排水口の蓋、お風呂の蓋、洗面所の棚を元に戻します。現状回復をさせながら感謝の思いを込めて5年間住んできたこの家を丁寧に掃除をしていきます。よし、大掃除だと気合を入れていましたが、どこも割と汚れがたまらず綺麗な状態だったので、結局普段行き届いていない箇所を探しながら、いつもの掃除ルーティンをちょっと丁寧にやる程度の掃除になりました。ミニマリストを目指し、こまめで小さな掃除を習慣的にするようになってから、日々の掃除にかける時間がぐっと減り、その上いつも気持ちのいい綺麗な状態を維持できるようになっていました。最後の掃除をしながらミニマリズムのパワーをまた実感することができました。そうこうするうちに引っ越し屋さんが来てくれました。果たして全部乗るでしょうか。ボックス1台に載せられたのは、冷蔵庫、電子レンジ、段ボール15箱、衣装ケース5段、折りたたみ机2つと折りたたみ椅子、布団2つ、充電式掃除機1台、ロボット掃除機本体、そしてピンチハンガーでした。引っ越しの台車に載せたかったものは全て載せられて本当にほっとしました。思ったよりボックス1台でたくさん載せられるなという印象でした。自分の車でロボット掃除機の充電センター、自転車、木箱2つ、掃除用具を持っていこうと思います。重たい荷物やたくさんの荷物を何往復もして運んでくださる引っ越し業者さんのおかげで、本当に楽に引っ越しを終えることができたように思います。ヤマトの単身パック、また利用したいなと思いました。ということで5年間住んだこの家ともいよいよお別れする時が来ました。実はこのお家、会社の借り上げアパートだったのですが、ついに会社が設ける年齢制限の上限に私が到達してしまい、今回泣く泣く退去することになりました。お部屋からミニマリストな部屋に変わることができた私の人生において本当に大切で思い出深い場所です。引っ越しは想像以上に大変な作業になってしまいましたが、またより強くミニマリストになりたいと思うことができました。家を離れるのは寂しくもありますが、新生活へのワクワクも止まりません。新しいお家でももっともっとミニマリストを目指し研究していきたいと思います。次からの動画もどうぞお楽しみに。